んにちは。りょうずノート大好きな人おうちで介護、りょうさんです。本日は寝たまま行く介護タクシーのご紹介です。皆さんは介護タクシーを利用したことはありますか？救急車も介護タクシーも一生を通じて利用する人、しない人に分かれるかなと思います。介護タクシーってどんなの？デイサービスなどのお迎えで利用者様が車椅子ごと乗っていかれる姿を見たことがある方もいらっしゃるかと思いますが、今回は街で見かける介護タクシーではなく、ちょっと違った寝たまま乗る介護タクシーのご紹介です。父の場合は車椅子に座ることができないため、ストレッチャー仕様の介護タクシーを利用しています。ストレッチャーとは、歩いたり車椅子で移動ができない人に利用する移動のための器具です。テレビでもおなじみの救急車で搬送されるシーンのベッドがイメージしやすいかと思います。今回は車内の様子をご覧ください。それでは出発なんちゃって。本当は乗るまでの準備や工程こそ皆さんにご紹介したかったのですが、なんせ一人でタクシーに乗る準備から戸締まりまでしなくてはいけませんので、撮影することはできませんでした。来月の利用時には乗るまでの工程を撮影してご紹介したいと思っています。介護保険が適用される介護タクシーの運転手さんは、介護職員初任者研修、旧ホームヘルパー2級という資格などの介護福祉関連の資格をお持ちです。主に送迎、乗り降りの介助、病院内の付き添いなどのお手伝いをしてくださいます。運転手さんが手伝ってくださるので、とっても助かります。そして資格をお持ちなので安心感がありますよね。介護タクシーといっても、タクシー会社によって車種も違い、内装も若干違いがあります。また、その日の利用者さんの人数やご病気、障害の条件によって送迎の介護タクシーの種類も少し違ったりもします。今回は今まで利用した中で一番大きいサイズのタクシーで、中も広々で快適でした。時には付き添い者が補助椅子に縮こまって乗るような時もありますが、普段乗らない大きなタクシーに少しだけワクワクして、久しぶりに父と出かけられることが嬉しくて、狭いことは全く気にならない私です。さて、気になる料金ですが、介護保険を利用するしないにかかわらず、タクシーの運賃プラス介助料、車椅子や寝台のレンタル料で構成されています。設定料金は事業者で違います。ちなみに我が家の場合は自費で往復2248円でした。いかがでしたか？思ったより乗り心地良さそうでしたか？私は年に2回、胃ろうの交換の時だけ父を外出させてあげることができるので、この日を楽しみにしています。タクシー会社の皆様、いつも安全運転で送り迎えしていただきありがとうございます。そして撮影許可をいただけたタクシー運転手さんに感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。それではまた。To fall for the last time. Picture perfect.